折り紙でも作れる、簡単に作れて立体的な仕上がりになるタンポポの花の作り方をご紹介していきます。それでは作っていきます。お好みのサイズの正方形の黄色い紙をご用意ください。これをですね、3枚使います。今回は折り紙を使います。この紙をまずは半分に折ります。半分に折ったらまた半分に折ります。半分に折ったらこれを三角に半分に折ります。次にこの紙をこう描くように下書きを書いて、下書きを書いたらこれをハサミで切ります。切りますとこのような形のものが出来上がります。次にこれの向きを変えて、で、真ん中あたりをハサミで切れ込みを入れます。奥の方はだいたい2センチぐらい残してください。切れ込みを1箇所入れたら、端の辺と先ほど切れ込みを入れたところの真ん中に切れ込みを入れます。切れ込みを入れたら、今度は右側の方も同じように切れ込みを入れます。切れ込みを入れたら、これを開きます。開いたら真ん中の折り筋のところ、ここも同じように切れ込みを入れます。入れたら開きます。開いたら先ほどと同じように折り筋のところをハサミで切れ込みを入れます。切れ込みを入れたら開きます。開いたら先ほどまで折っていた部分、ここも切れ込みを入れます。で、反対側の方も同じように切れ込みを入れます。で、こちらの方は真ん中の方まで切れ込みを入れてしまいます。このような形のものを作ります。次に定規などの棒を用意していただいて、で、先ほど切ったこのひらひらしている部分を裏の方から定規をこう当てて、で、親指と定規を挟んでスライドさせて先端の部分をカーブさせます。このような感じで先端の部分をカーブさせました。これと同じようなものを残り2枚でも作ってください。残り2枚も同じように作りましたら、このうちの1枚ですね。これを切れ込みを入れた箇所、ここからくるくると円錐状に丸めていきます。最初はできるだけ細く、あとは大雑把でも大丈夫です。この時に中心の部分に指を入れて回していくとやりやすいと思います。端っこの方まで丸めましたら、切れ込みを入れているやや下あたりにボンドを塗ります。ボンドを塗ったらこれを貼り付けます。このような感じのものを作ります。次に真ん中2段目に貼り付けるものを使います。2段目のものは先ほど切った切れ込みのこちらの辺をこの反対側の部分、こちらの折れ筋のところまでこのように持っていきます。折り筋のところの方まで持っていって重ねます。そうすると、このような形状のものができます。なので、ここまでボンドで貼り付けます。一旦これを開きます。開いたら、ボンドを切れ込みを入れている下あたり、ここに塗っていきます。はい、このような感じで塗りました。そしたら先ほどのこちら反対側の方に向けて重ねます。重ねたら裏の方を貼り付けます。はい、このような感じのものを作りました。正確に反対側にする必要はありませんので、ざっくりと重ねていただければいいと思います。裏側の方も綺麗に貼り付ける必要はないので、大まかで大丈夫です。そして最後の一番下に貼り付けるもの、こちらを使います。一番下のものにつきましては、切れ込みを入れた箇所から4分の1のところ、ここですね。2段目と同じように貼り付けるので、もう切れ込みの下あたり、ここにですね、ボンドを塗りまして、そして重ねて貼り付けます。あとはボンドがしっかりと貼り付くのを待ちます。次にこれらを貼り付けていきます。一番尖らせるように作ったこちら、先端の尖っている部分からおおよそ1センチぐらいをハサミで切ります。切ったら中の方がこのように中心が動くと思いますので、
中心の部分をこう押し出している状態でボンドを塗っていきます。先端の方にも、ボンドを塗っていってください。次に2段目の折り紙ですね。この中心に向けて先ほど切った部分、ボンドを塗ったところを貼り付けます。ボンドがしっかり貼り付くのを待ちます。もしも壁面飾りなどで裏の方にテープを貼り付けてこう壁に貼りたいという場合は、裏側の方が尖っているとテープで貼り付けづらいので、この部分を指で押し込んで、やや平らにしてあげてください。こんな感じですね。ボンドが貼り付いたら、2段目も同じように先端の部分、おおよそ1センチあたりをハサミで切ります。切ったら、切り口のところにボンドを塗って、そして3段目に貼り付けます。あとはボンドが貼り付くのを待ちます。ボンドが貼り付くのを待っている間に葉っぱの方を作っていきます。葉っぱにつきましても、お好みのサイズの正方形の緑色の紙を使ってください。まずはこの紙を半分に折ります。半分に折ったらさらに半分に折ります。そしたらこれに下書きを書いていきます。タンポポの葉っぱは三角形のような感じのものが連なっている形ですので、それを大雑把でも作っていただければいいのかなと思います。このような感じで書きました。これをあとはハサミで切ってください。ハサミで切りました。で、これを開きますと、このような感じのものが2枚出来上がります。あとはお好みで定規などを使って、この裏側に当ててスライドさせて、で、若干ながら葉っぱをカールさせるような加工をしていただければと思います。強く当ててしまうと破れてしまうことがあるのでご注意ください。次に花の方を加工します。これで完成でもいいのですが、紙の帯の長さが、同じなので、これをハサミで、一つずつ切って長さを、整えていきます。整えるといっても、不均一にしていただければ、より見た目がタンポポの花のように見えるので、その方がおすすめです。このような感じで切りました。花の方が出来上がりましたら、これを裏返して、そして葉っぱの先端ではなく付け根の方にボンドを塗って、そしてこれを貼り付けます。もう一枚も同じように貼り付けます。角度につきましては、お好みの位置に貼り付けてください。これでボンドが貼り付いたら、簡単に作るタンポポの完成になります。今回使用した紙につきましては、真ん中が山吹色、隣がレモン色、そして山吹色という感じで作りましたが、これをですね、山吹色、すべて山吹色で作ると、こんな感じの見た目になります。でさらに少し色が、重い色と、あとは、ちょっと変わり種でオレンジ色を、組み合わせて作ってみると、こんな感じになったりします。お好みの、色を使って、立体的なタンポポを作ってみてはいかがでしょうか。それでは今回はですね、簡単に作れるやや立体的なタンポポの花の作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もぜひお願いします。